出した心理テクニック。心理学は私たちが人生をより豊かに生きるための指南書です。この動画では心理学の基礎的な概念から実践的なテクニックまでを解説し、あなたがより充実した人生を送るためのヒントを提供します。心理学から考察。縁を切るべき人の7つの特徴。皆さん、こんにちは。今回は心理学的な観点から縁を切るべき人の特徴についてお話ししたいと思います。私たちは人間関係を築く上で様々な困難に直面することがありますが、時には縁を切ることが必要な場合もあります。では、どのような特徴が縁を切るべき人に当てはまるのか、一緒に考察していきましょう。まずは、縁を切るべき人の7つの特徴、一覧の紹介をしていきたいと思います。1、毒性のある人。2、自己中心的な人。3、マイナスのエネルギーを発する人。4、信頼関係が欠如している人。5、対話や妥協が不可能な人。6、ネガティブな影響を与える人。7、成長を妨げる人。このような構成で話を進めていきたいと思います。1、毒性のある人。毒性のある人は私たちの心や精神に悪影響を及ぼします。彼らはしばしば攻撃的な態度や言動をとり、私たちの心理的な健康や幸福感を脅かすことがあります。攻撃的な態度と言動。彼らはよく攻撃的な態度や言動をとります。私たちを傷つけるような言葉を投げかけたり、攻撃的な態度で接したりすることがあります。常に否定的な態度。彼らは常に否定的な態度を持ちます。私たちのアイデアや意見を軽視し、否定的なコメントを繰り返すことがあります。個人攻撃を行う。彼らは個人攻撃を行うことがあります。私たちの弱点や欠点を利用し、攻撃の対象とします。強要やコントロールをする。彼らは私たちを強要したりコントロールしたりする傾向があります。私たちの自由や個人的な成長を妨げることがあります。2、自己中心的な人。自己中心的な人は他人の感情やニーズを無視し、自分自身の利益を優先します。彼らとの関係はバランスを欠き、私たちの幸福感や満足度を損なう可能性があります。自己中心的な行動。彼らは行動や決定を自分自身の利益のみに基づいて行います。他人の意見や感情に無関心であり、自分の欲求を満たすことを優先します。共感や思いやりの欠如。彼らは他人の感情や苦境に対して共感や思いやりを示すことが少ないです。自分自身の利益や欲求に集中し、他人のニーズを無視する傾向があります。自己中心的な会話。彼らは会話や対話の中でも自分自身の話題や意見を中心に据えます。他人の話を遮ったり、自己顕示欲が強く現れることがあります。3、マイナスのエネルギーを発する人。マイナスのエネルギーを発する人は、常に悲観的な態度やネガティブなエネルギーを発しています。彼らの存在は私たちの心や精神に影響を与え、関係性を低下させる可能性があります。常に悲観的な態度。彼らは常に悲観的な態度を持ちます。問題や困難に対して否定的な視点を持ち、
希望やポジティブな解決策を受け入れることは難しいと思われます。エネルギードレイン。彼らは周囲の人々からエネルギーを奪います。彼らの存在は私たちを疲れさせ、モチベーションや生産性を低下させる可能性があります。問題解決への消極性。彼らは問題解決への積極性が低いです。困難や課題に対して挑戦的な態度を持たず、ネガティブな意見や考えばかりを抱えています。4. 信頼関係が欠如している人。彼らとの関係は安定感や絆の欠如をもたらします。約束を守らず、秘密を守れない傾向があります。約束を守らない。彼らは約束を守らないことがあります。言葉通りに行動せず、私たちが頼りにしている約束を破ることがあります。秘密を守れない。彼らは他人の秘密を守ることができません。他人のプライバシーを尊重せず、情報を漏らすことがあります。誠実さが欠ける。彼らは誠実さが欠ける傾向があります。嘘をついたり、自分の都合に合ったことしかやらない場合があります。5. 対話や妥協が不可能な人。対話や妥協が不可能な人との関係は、一方的な意思決定や意見の衝突をもたらします。彼らは自分の意見を押し付け、他人の意見を受け入れることができません。自己中心的な意思決定。彼らは自分の意思決定を優先し、他人の意見を無視する傾向があります。自分の意見が絶対的であると考え、他人の意見を尊重しません。話を聞かない。彼らは他人の話を聞くことができません。自分の意見を主張し続け、他人の意見や感情に対して無関心です。妥協しない。彼らは自分の立場や意見を譲らない傾向があります。議論や交渉に参加せず、常に自分の意見を押し通そうとします。6. ネガティブな影響を与える人。ネガティブな影響を与える人との関係は、私たちの自尊心や自信を揺るがし、モチベーションを低下させる可能性があります。彼らは否定的な意見や行動を展開し、周囲の雰囲気を悪化させることがあります。批判的な態度。彼らは常に批判的な態度を持ちます。他人を非難し、否定的なコメントを繰り返すことがあります。常に不満を持つ。彼らは常に不満を持ち続けます。ポジティブな要素や良い点を見つけることができず、ネガティブな視点で物事を見る傾向があります。希望を奪う。彼らは周囲の希望やポジティブなエネルギーを奪います。彼らの存在は私たちのモチベーションや楽観性を低下させ、成長を妨げる可能性があります。7. 成長を妨げる人。成長を妨げる人との関係は、私たちの個人的な発展や目標達成を阻害する可能性があります。彼らは私たちの能力や才能を認めず、やる気を失わせることがあります。才能や能力を否定する。彼らは私たちの才能や能力を否定する傾向があります。私たちの成果や進歩を軽視し、自己の優位性を主張します。やる気を奪う。彼らは私たちのやる気を奪うことがあります。私たちの可能性やチャンスを奪い、成長の機会を邪魔します。励ましやサポートを与えない。彼らは
私たちに励ましやサポートを与えることが少ないです。私たちの挑戦や目標に対して無関心であり、成長を促進する環境を提供しません。まとめ。縁を切るべき人の特徴について、7つのポイントをご紹介しました。毒性のある人、自己中心的な人、マイナスのエネルギーを発する人、信頼関係が欠如している人、対話や妥協が不可能な人、ネガティブな影響を与える人、成長を妨げる人が、縁を切るべき人の特徴として挙げられます。自己保護や心の平穏のために適切な距離を置き、必要な場合は縁を切ることをお勧めいたします。以上、心理学の知識を実践することで、私たちは自己理解を深め、健康で幸せな人生を送ることができます。その結果、周りの人々にも良い影響を与え、より良い関係を築くことができます。そこで、ラヒタ心理カウンセリングのホームページを訪れ、Zoom カウンセリングを受けることをお勧めします。専門の心理カウンセラーが個別のサポートを提供し、関係改善や自己理解に役立つアドバイスを提供します。詳細な情報や予約方法は、ラヒタ心理カウンセリングのホームページで確認してください。あなたの心の健康を重視し、より良い人生を送る一歩を踏み出しましょう。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。